昔はみんなね、うんこの部落の人みんな飼ってたけどね。中でも一番頑張ったのがこの今文化財になってる富田分家、あれは女の人が常時10人ぐらいいてお蚕をしてた。まあそうだから頑張ってるのがいよいようちだけになっちゃった。智恵さんが生まれて育ってそこからはなんていうんですかね、何歳ぐらいからやってました？昭和の24年に卒業してそれからずっとです。でもだけど蚕っていうのは何年飼っても難しいやね。蚕の休み時、それはお母ちゃんでなけりゃまだダメなんだよ。男なんかはまあ物を運ぶとか、ね、そういうことならできるけど、細かいことにはなかなか気がつかないから。どうしたって蚕の小さいうちはね、女の人がやらなくてならないから。昔は養蚕教師が先生がいたから、教えてもらって、そんなことでだんだん蚕のことを覚えました。だから養蚕は女の人が主力でなければできないから、だからカカア殿下って名前がついたんだかもしんないよね。飼育所ができる前はみんな個人個人で履きたての頃からうちの中の部屋をしっかり目張りして、それでホルマリンで消毒して飼ったから、まあ何するにもそうだからお蚕さん優先だったんだから。うち中蚕で広い方は蚕を飼って、それから小座敷って狭い部屋があるんだけど、そこへみんなして入って寝てたような時代だったね。蚕の子が食べる音が聞こえて嫌だなって人もいたいね。でもやっぱそんぐらい密接にそうそう暮らしてたわけですもんね。そうだね。多い時でどんぐらい飼ってたんですか？多い時は一度に1箱ぐらい買ったことがあるんじゃないんかな。それこそこの納屋も蚕を入れたし、それから車庫の上にも蚕を入れたし、車庫の上も下もね。本当にうちあらゆるところに蚕様々で、毎日が忙しくやられてたから、蚕が上属しちゃうと本当に肩の荷が下りたよ。これでゆっくり手足が伸ばせるなって言われたから。年に何回やってたんですか、それは？年にね5回。5回。年でそれこそ1トンの上取ったけどね、これは昭和63年だけど一番買った人が1840キロ40キロってありますね。うちじゃその時が1100キロだったから、まあ頑張った方だったね。めちゃくちゃ頑張ってるじゃないですか。蚕は病気に弱いから、とにかく病気にさせないようにって、だからクワもちゃんと切ってきたんも管理を気をつけたし、蚕骨をね何しろ風で飼えっつんでそういう教わったんだけど、本当に風が大事だね。毛羽取りでだんだん眉の山ができる時、
それがまあ一番蚕を飼ってよかった。それで2番目がその金で旅行に蚕飼ってるや時じゃあ休む間がないから上がってしまうと楽々するから